ビオフィルミン製薬の提供でお届けします。はい、ではビオフィルミンシリーズ第3弾行かせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビオフィルミン製薬の田村です。はい、よろしくお願いします。今日はですね、便秘の話から伺いたいと思うんですが、でそもそもその毎日、出続けないと、便秘というわけではないんですよ。で具体的にじゃあどういった症状が便秘なのかといったところで言いますと、例えばその3日以上排便がない状態とか、あと毎日排便があってもやっぱりちょっとお腹の中に便が残ってるなみたいな状態で、あとはちょっとここコロコロ便みたいな1の便であったりとか2のその硬い便みたいなものに関しましては、便秘に当てはまる可能性はあるので、この辺りは改善を心がける必要性があるかなというふうに思います。なるほど。たまに1週間とか2週間とか便秘な人とかがいるんですけど、例えばその便秘が続くことによって、便が腸にとどまる時間が長くなると思うんですけど、そうなってくるとより水分が便の水分が失われてどんどん硬くなっていきますので、それによって一層出にくくなるような状態になっていきます。なので改善がなかなかされない場合に関しては、早めに医療機関であったりとか、病院の方に受診していただくのが良いかと思います。食物繊維がなんとなく便秘に良さそうだなって分かりながらも食物繊維取ってるんですけど、逆に食物繊維が悪影響を及ぼすことってありますか？そもそも食物繊維といったものに関しましては2種類あるんですよ。でまず1種類目が水溶性の食物繊維と言われるもので、具体的にはその善玉菌の餌となるほか、あとは便を柔らかくするような効果があります。でもう一つが不溶性の食物繊維、こちらはいわゆる簡単に言いますと、その便の傘を増やす、便の量を増やす食物繊維になります。あまりその食事の量が少なくて、排便する回数が少ないような方とかだと、不溶性の食物繊維で便の傘を増やしてあげることによって便秘が改善されたりすることもありますし、逆に便の傘はあるので、便の量はしっかりあるけども便自体が硬くなってしまって出にくいというような方に関しましては、水溶性の食物繊維を取っていただくというところがありますので、便秘のタイプをよく見極めていただいて、食物繊維を取り分けていただく必要性があるかなとは思います。食物繊維と合わせて、乳酸菌であったりとか、そういったものと一緒に取ってあげることによって、より効果的に便秘を改善することができる可能性があるというところはあります。水溶性の食物繊維ってどんなものなんですか？食材で具体的に言いますと、例えばわかめとか、あとはそうですね、ごぼうとか含まれたりもします。で逆に不溶性に関しましては、たけのことかほうれん草とかが不溶性に含まれます。ファスティングは腸内環境を整えるのに効果はあるんでしょうか？断食に関しましては、メリットデメリットありまして、まずメリットとしては、腸壁が修復される、腸の壁ですねが修復されるなどのメリットはあります。ただやっぱりそのやり方を誤ってしまいますと、栄養不足から筋肉が分解されるなどのデメリットが生じますので、やはりその規則正しい生活を行っていただいて、自律神経を整えることの方が腸内環境に良い影響をもたらすと思います。お腹のガスにお悩みの質問が2つあります。腸が膨張する原因は何でしょうかというところと、ガス溜まりがひどいのですがどうしたら良いのですかと。おそらく腹部膨満感という、症状かなというふうに思いますので、腸内環境の悪化や、溜まった便が、ガスを発生させている場合や、空気を飲む量、その飲む量が、多い場合とか、あとはそのガスの排出を、我慢する、ことによって、起こりやすい症状になります。で具体的な、症状なんですけども、お腹が張って苦しい、ポコポコするような音がお腹の中から聞こえるんですよね。でそういったものに当てはまる方は、改善を心がけた方が良いかなというふうには思います。ではこういったその腹部膨満感を、どうすれば改善できるのかということなんですけれども、まず1つ目といたしましては、運動ですね。やはりその適度な運動自体は、腸に刺激を与えるほか、ストレスの解消にもなりますので、腸の働きを取り戻すサポートをしてくれます。でもう1点、こちらは腸活以外でできることとなるんですけども、基本的に食事をとるときによく噛んでゆっくり食べて
食事の時に一緒に空気も飲み込んでしまうということもありますので、できるだけ食事の時に飲む空気を減らすことを心がけていただくということと、あとはおならとか、そういったガスの排出をできるだけ我慢をしない、納豆やヨーグルトで逆にお腹張ったりしないのっていうのと、グルテンは腸内環境に悪いですか？低フォドマップ食というものについて、解説させていただきます。はい。で、このフォドマップといったものに関しましては、発酵性の糖類というものを指しておりまして、基本的に体にいいんですけども、それが人によっては、小腸で吸収されずに、お腹の不調を引き起こすことがある。そのため、その糖類を控えた食事のことを低フォドマップ食というふうに言います。なるほど、初めて聞きました。で、じゃあ具体的にそれってどういったものなのかというところがあると思うんですけど、まず1つ目が、オリゴ糖ですね。オリゴ糖、じゃあこれが何が含まれるのかと言いますと、きな粉とか、ごぼう、玉ねぎ、エンドウ豆、にんにくとか豆腐、小麦など、でもう一つ2つ目が二糖類ですね。こちらは牛乳であったりとか、ヨーグルト、アイスクリーム、乳糖が含まれるような形です。で3つ目が、単糖類、こちらは果糖になりますので、蜂蜜とか果物とかが含まれます。そして4つ目が、糖アルコール、キシリトールなどになるんですけども、シュガーレスの、お菓子であったりプルーンとかイチジク、マッシュルームなどが含まれます。腸活は人によって合う方法が異なるように、食材に関しても自分の体調を見つつ、選ぶことが大切だと思います。お腹の不調になるような食材はできるだけ控えるようにしましょう。なるほど。じゃあこれはヨーグルトがなんか腸活にいいっていう話が一般的なんですけど、逆に合わない人は取らない方がいいっていう。そうですね。やはり合わない場合は別の、食材を選んでいただく方が、良いかと思います。最近腸の本とかも流行っていて、詳しい方もたくさん出てきてるようなんですけども、リーキーガットって何ですかという質問が来ております。でそもそもそのリーキーガットとはというところになるんですけども、腸管内の物質が血管内に漏れ出てしまう状態のことを指しています。菌であったりとか菌そのものや、食べ物が分解、されないままに、血中に入ってしまうもので、これを、リーキーガット症候群、そうなることによって食物アレルギーであったりアトピーとか糖尿病、動脈硬化や、自閉症などの原因にもなっているのではないかというふうに言われています。自覚症状は、ないというふうに言われているんですけれども、そもそもリーキーガットを引き起こしやすい要因というものがありまして、それが、血糖値を、上げやすい食事であったり、添加物ですね、特に乳化剤であったりとか、あとはストレスとかアルコール、食物繊維の少ない食事などがあるので、この辺りは気をつけていきたいですね。最後の質問です。ダイエット関連の質問になるんですが、運動量が変わらなくても腸内環境が変われば痩せますかというのと、痩せ菌が欲しい、どうやったら痩せ菌を摂取できますかという質問です。ワシントン大学の研究によると、その腸内細菌には先ほどありましたその痩せ菌というものと太らせ菌という、逆に太らせ菌というものがあるんですけど、そういった、腸内細菌が存在しているというふうに言われています。で太らせ菌に関しては消化しにくい食物繊維をエネルギーに変えて、よりたくさんの、栄養であったり、エネルギーを体に溜め込みます。で例えばじゃあその実際に太ったマウス、ネズミとか太ったマウスの、太らせ菌を痩せたマウスに移植します。そうなった場合どうなるのかと言いますと、痩せたマウスも太りやすくなったというような、実験結果が、発表されて、大きな話題になりました。でなのでちょっとその痩せ菌が欲しいっていうところの回答になるかどうかはちょっと分からないんですけどもちょっとこの部分がまだ研究段階にはなりますので、もし仮に自分にも取り入れるとなると、今ある方法だと、便移植とか、そういったようなものになってくるかなと思います。なるほど。最後に、マッスルウォッチングということで、それにちなんだ研究を一つ紹介させていただきます。腸の研究で分かってきていることとして、運動能力アップの、腸内細菌を、マラソン選手から発見といった報告があります。具体的にはその、一流のマラソン選手には、共通の菌が存在していて、
例えばその特定の筋には運動能力アップの可能性があるような研究の報告も出てきていますので、スポーツ選手から例えば腸内細菌を分けてもらうと同じスポーツが得意になるみたいなすごいそういうような時代になってくるかもしれないという。今日はちょっと便秘関連のものも多かったんですけれども、自分がどんな状態なのかということをまず把握して自分に合ったやり方をですね、ぜひやってほしいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。